食べ物まるっと研究所です。今回は牡蠣の体への影響についてお話しします。海のミルクとも呼ばれる栄養満点な牡蠣には、あまり知られていない驚くべき健康効果が10個あります。ただ食べ過ぎることによるデメリットも2つあるので注意が必要です。そこで今日は論文や専門機関の研究をもとにして、牡蠣で得られる健康効果、食べ過ぎることによるデメリット、1日の摂取目安量を看護師の視点で解説します。それでは牡蠣の健康効果からいってみましょう。牡蠣の健康効果1つ目は高血圧の予防です。心血管疾患や脳血管疾患の原因の一つになる高血圧を牡蠣で予防できる可能性があります。牡蠣に含まれるタウリンは血圧の上昇に関係する交感神経の働きを抑えることが分かっています。交感神経の働きが抑制されることで血管が拡張して高血圧を予防できるというわけですね。長崎県立大学の論文でも高血圧のラットに牡蠣抽出物を含む餌を与えたところ、開始2週目および4週目に血圧が優位に低くなったと結果が出ています。また牡蠣に含まれるペプチドにも血圧を下げる効果が期待できます。中国石膏工業大学の論文でも牡蠣のペプチドは高血圧のラットの拡張器血圧と収縮器血圧を効果的に低下させた。牡蠣ペプチドは高血圧の予防と治療のために有用な成分であると結論付けています。牡蠣の健康効果2つ目は貧血の予防です。牡蠣に含まれるビタミン B12 は造血ビタミンと呼ばれていて、赤血球やヘモグロビンを作り出すサポートをしてくれます。また牡蠣にはヘモグロビンを作るのに欠かせない鉄分も含まれているので、貧血予防が期待できます。国立台湾海洋大学の動物実験でも、牡蠣の補給は赤血球を作り出すための亜鉛と鉄の補給をサポートする。貧血を矯正するために効果的であると結論付けています。牡蠣の健康効果3つ目は二日酔い予防です。牡蠣は肝臓の働きをサポートして、肝臓での解毒作用を強化する働きを持ちます。備前化成株式会社と株式会社 TTC の研究者の論文でも、牡蠣抽出物は様々な肝臓の交差反応を促進して、アルコール代謝の増強に有効である。牡蠣抽出物はアルコール飲酒習慣のある被験者のアルコール障害肝機能の改善に効果的であると結論付けています。また、牡蠣に含まれるタウリンは神経に作用して、アルコールによる中毒症状を軽減してくれる可能性があります。備前化成株式会社の研究者も、牡蠣エキス中に多く含まれるタウリンは、神経系に作用し、心拍数の減少や中毒症状の軽減をする。牡蠣エキスに含まれるタウリンは、アルコールによる障害を軽減するとしています。牡蠣の健康効果4つ目は美肌です。牡蠣は美容にも嬉しい効果が期待できます。牡蠣には 100g あたり 14mg の亜鉛が含まれていて、皮膚の生まれ変わりであるターンオーバーを正常化してくれるので、シミやたるみを防いでくれます。また、牡蠣のエキスにはコラーゲン合成を促進する効果が期待できるので、合わせて美肌作りをサポートしてくれます。韓国キョンヒ大学の論文でも、牡蠣から抽出した成分はコラーゲンの合成を刺激する。また、シワ形成を抑制し、紫外線によって老化した皮膚を回復するのに効果的であると結論付けています。牡蠣の健康効果5つ目は肝臓の保護です。牡蠣に含まれるペプチドは酸化ストレスや炎症を軽減して肝臓を保護してくれる可能性があります。中国科学院海洋研究所の論文でも、牡蠣ペプチドは酸化ストレスと炎症反応と戦うことにより、アルコール誘発性肝疾患に対して優位な保護効果を持っていると結論付けています。他にも、京山国立大学校の論文でも、牡蠣を95度で3分間茹でた濃縮牡蠣スープは、タウリンの作用により、エタノール誘発性急性肝障害を予防すると結果が出ています。牡蠣の健康効果6つ目は疲労回復です。牡蠣は疲労回復に効果的な栄養素を複数含んでいます。1つ目はグリコーゲンです。体内のエネルギーが不足すると疲労を感じやすくなりますが、牡蠣に含まれるグリコーゲンは体内のエネルギーが不足した時に糖質に変化します。
スムーズにエネルギー補給が行われることで疲労回復につながります。2つ目はタウリンです。牡蠣に含まれるタウリンは筋肉疲労の原因になる老廃物の排出を促すので、筋肉へのダメージや疲労の原因になる酸化ストレスを軽減します。3つ目は鉄分です。牡蠣の鉄分はヘモグロビンの材料となって全身に酸素を供給する役割を果たします。全身に酸素がまんべんなく供給されることで疲労が軽減されるんですね。中国河南農業大学の論文でも、牡蠣の抽出物はマウスの筋グリコーゲンと肝臓グリコーゲンの含有量を増加させた。牡蠣はアミノ酸やタウリンを豊富に含み、抗疲労作用があると結論付けています。牡蠣の健康効果7つ目は免疫力アップです。牡蠣は疲労を回復するだけでなく、免疫力を上げる効果も期待できます。牡蠣に含まれる亜鉛は細胞分裂や新陳代謝を促す働きがあるので、免疫細胞の活性化が期待できます。また亜鉛は体にダメージを与える炎症を抑制するので、免疫反応が効率よく働くようになるんですね。備前化成株式会社の研究者も、亜鉛の欠乏は免疫の不全につながり、軽い欠乏でも免疫機能が低下する。牡蠣には一般の食品の中では最も多くの亜鉛が含まれており、亜鉛の欠乏を抑える上で最適な食品と言えるとしています。牡蠣の健康効果8つ目は男性ホルモンの分泌です。男性ホルモンであるテストステロンは男性らしい体つきや勢力を維持するために必要なホルモンですが、年齢とともに分泌量が減ってしまいます。これによって疲れやすくなったり、生活習慣病の原因になることもあります。牡蠣に含まれる亜鉛は様々なホルモンの合成を助けたり、分泌を調整する働きを持っていて、テストステロンの分泌をサポートしてくれます。中国河北医科大学大学院の研究でも、亜鉛が欠乏するとテストステロンレベルが低下する。亜鉛を補給するとテストステロンレベルは改善されると結果が出ています。また他にも、牡蠣に含まれるペプチドにもテストステロンの合成を促進する効果が期待できます。中国石膏大学と江南大学の研究者の論文でも、牡蠣ペプチドはテストステロン合成を増殖する可能性がある。牡蠣ペプチドは酸化ストレスを軽減することにより、テストステロン合成に好ましい環境を作り出し、その生成を促進すると結論付けています。牡蠣の健康効果9つ目は、がんの予防です。牡蠣に含まれるタウリンは、がんの進行に関係する炎症を抑制する作用や、細胞を保護する作用、腫瘍の増殖を抑える作用が期待できます。株式会社新薬リサーチセンターの論文でも、牡蠣の抽出物は抗腫瘍効果を有する可能性がある。牡蠣抽出物はタウリンやグリコーゲンを多く含むことから、これらの物質が抗腫瘍活性に関係する可能性があると結論付けています。また、牡蠣に含まれる亜鉛は、免疫力を上げる働きや炎症性物質を抑える働きで、がん細胞の発生・増殖を抑えます。備前化成株式会社の研究者の論文でも、亜鉛の欠乏はがんに対する抵抗力の低下などの影響がある。牡蠣は亜鉛の欠乏を抑える上で最適の食品と言えるとしています。さらに他にも、牡蠣に含まれるペプチドは、がん細胞を死滅させる効果が期待できます。韓国建国大学の論文でも、牡蠣から生成されたペプチドは、前立腺がん、乳がん、および肺がん細胞を効果的に死滅させた。また、正常な肝臓の細胞には影響がなかったと結論付けています。牡蠣の健康効果10個目は快眠です。亜鉛などのミネラルが不足すると、不眠や睡眠障害の原因になることが分かっています。牡蠣には亜鉛が含まれているので、睡眠の質を改善する効果が期待できます。株式会社渡辺オイスター研究所、株式会社 TTC の研究者たちの論文でも、睡眠に問題があり、日頃から疲労やストレスを感じている被験者が、牡蠣のエキスが主成分の食品を8週間摂取すると、ネガティブな心理状態や疲労感が軽減されるとともに、睡眠の質が向上し、ストレス反応が改善したと結果が出ています。このように牡蠣には様々な健康効果がありますが、食べ過ぎには注意が必要です。そんな牡蠣を食べ過ぎた場合のデメリットをお話しします。
牡蠣を食べ過ぎるデメリット1つ目は痛風リスクです。牡蠣には痛風の原因になるプリン体が含まれています。牡蠣を1つ2つ少量食べる分には特に問題ない含有量ではありますが、食べ過ぎるとプリン体の摂りすぎになってしまいます。特に尿酸値が高めの方や痛風持ちの方は食べる量に注意が必要です。牡蠣を食べ過ぎるデメリット2つ目はアレルギーの可能性です。牡蠣を食べると必ず体調を崩し、調子が悪くなる。十分に加熱した牡蠣を食べたのにもかかわらず体調不良が起きる。これは牡蠣アレルギーである可能性があります。体調が悪くなる以外に症状がないからと牡蠣を食べ過ぎるとアナフィラキシーショックなどの重篤な症状が突然出ることがあるので注意が必要です。このようにどんなに体にいい食材でも食べ過ぎると様々なデメリットがあります。それでは牡蠣の適正量はどのくらいなのか。牡蠣の適正量は決められていないので亜鉛やプリン体の量で考えます。厚生労働省の日本人の食事摂取基準では亜鉛の1日の摂取推奨量は成人男性で 10mg から 11mg、女性で 8mg となっています。牡蠣 100g あたりの亜鉛含有量は約 14mg なので、1個あたりでは約 2.8mg となります。これを考えると、男性は3個から4個、女性は2個から3個程度で1日あたりの亜鉛推奨量を満たす計算になりますね。そして気になるプリン体ですが、高尿酸血症、痛風の治療ガイドラインでは、1日のプリン体の摂取量は 400mg 程度までとしています。牡蠣は 100g あたり約 180mg プリン体を含んでいるので、牡蠣1個あたり約 36mg の計算になります。先ほどご説明した個数食べてもガイドラインの範囲内ですが、他にもプリン体を含む食べ物を摂取する場合は、トータルの摂取量を調整することが大切ですね。次に牡蠣の食べ方のポイントをお話しします。食べ方のポイント1つ目は、中までしっかり加熱するです。牡蠣にあたる原因はノロウイルスや腸炎ビブリオなどが多いです。ウイルスを含む牡蠣を生で食べたり、加熱が不十分な状態で食べてしまうと感染リスクが上がります。感染すると激しい腹痛や下痢、嘔吐、発熱などの症状が出てしまいます。なので生食用以外の牡蠣はウイルスを死滅させるために中心部が85度から90度で90秒以上加熱する必要があります。加熱が十分になると茶色や黒色の内臓部分が固まり身が縮みます。しっかり加熱ができているか見極めることが大切ですね。食べ方のポイント2つ目は調理方法に工夫が必要です。牡蠣に含まれるタウリンやビタミン B 群は水溶性なので、煮たり茹でたりすると栄養が流れ出てしまいます。生食用であれば牡蠣の栄養を余すことなく摂ることができますが、加熱する場合は煮汁も一緒に食べられる鍋やスープがおすすめです。調理時に水に触れない牡蠣フライもいいですね。食べ方のポイント3つ目は、生で食べるときは生食用牡蠣を選ぶです。蒸し牡蠣、焼き牡蠣もいいけど、やっぱり生牡蠣が好きという人もいます。生食用で売られている牡蠣は、保健所が指定した海域で採れた牡蠣で、安心して食べることができます。生牡蠣を食べるのであれば、生食用を選ぶことが大切です。次に、牡蠣と相性のいい食材をお話しします。牡蠣と相性のいい食材1つ目はレモンです。生牡蠣や牡蠣フライを食べるときにはレモンが添えられていることが多いですよね。レモンなどの柑橘類は牡蠣との相性がいいんです。牡蠣に含まれる鉄や亜鉛は体内に吸収される割合が 15% から 30% ほど。そんな吸収率の低い鉄や亜鉛はビタミン C やクエン酸と一緒に摂ると吸収率がアップします。ビタミン C やクエン酸を豊富に含むレモンやカボス、すだちなどの柑橘類を合わせるのがおすすめです。牡蠣と相性のいい食材2つ目はほうれん草です。ほうれん草に含まれる鉄分や葉酸などは牡蠣に含まれる亜鉛の吸収を助けてくれます。また牡蠣もほうれん草も貧血予防に効果がありますが、合わせることでより効果がアップします。牡蠣とほうれん草を炒めるだけでもいいですし、牡蠣とほうれん草のクリーム煮もおすすめです。牡蠣と相性のいい食材3つ目はブロッコリーです。ブロッコリーはレモンよりも豊富にビタミン C が含まれていて、
牡蠣に含まれる鉄分の吸収率を上げるのに効果的です。また、ビタミン C は抗酸化作用を持つので、血管の劣化を防ぐ効果も期待できます。牡蠣の高血圧を予防する効果と合わさって、心血管疾患の予防に役立ちますね。牡蠣とブロッコリーの炒め物、オリーブオイルで煮込むアヒージョなどがおすすめです。牡蠣と相性のいい食材4つ目はニンニクです。ニンニクに含まれるアリシン、牡蠣に含まれる亜鉛には免疫力を高める効果があるので、ニンニクと牡蠣を合わせて摂ることで、より感染症予防効果が期待できます。ニンニクをたっぷり効かせたアヒージョやガーリックソテーがおすすめです。牡蠣と相性のいい食材5つ目はごまです。牡蠣はアルコールを分解する酵素の働きをサポートしてくれますが、ごまに含まれるセサミンと一緒に摂ると、お酒による酔いが早く冷める効果が期待できます。備前化成株式会社の研究者の論文でも、牡蠣エキスとセサミンはアルコール用の指標である顔面紅潮を抑制する効果があると結論付けています。牡蠣のごま味噌炒めや牡蠣の炊き込みご飯にごまをかけても美味しいですね。今回は牡蠣の健康効果など体に与える影響についてお話ししました。何事も適切な量の摂取とバランスが大切です。美味しい牡蠣を適切な量を食べて健康な体を作っていきたいですね。また特定の疾患がある方は医師の指示のもと摂取するようにしてください。あなたが健康な毎日を送れるよう願っています。この動画がためになったら高評価していただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。